体専門家ですということで、今日お話しするのはおすすめの漫画のお話をしようかなと思いまして、私はおすすめの漫画と言いましてもね、現在読んでいる週刊漫画雑誌は、週刊スピリッツのみなので、基本的にスピリッツで連載されている面白い漫画っていうか全部面白いんですけどの話をしたいんですが、先月に1巻が出たばかりかな。地丸って書いてあるね。地、地球の運動についてという漫画があるんですよ。地、魚戸さん作が魚戸さんの、地という漫画がありまして、これどういった話かと言いますと、異端者、のお話で、ガリレオのお話というか、過去にガリレオがいてだったかな。天動説地動説で、地動説を天動説が当たり前だとされている時代に地動説を唱えた、または、これはね地動説を研究していた、そういったものを異端だと言って迫害されたというか、裁判にかけられて、中には殺されちゃったりしていた、そういった時代のお話なんですが、代を得てその研究が引き継がれているというところで、僕ねずいぶん一月前のスピリッツをゆっくり読んでるんであれですけども、今9話を読み終えたところで、おそらくこの辺までが1巻に入っているんじゃないかなと思いますが、1巻が先月12月の、新刊で出ているのかな。12月に発売されていると思います。はい、12月11日に発売されておりますが、おそらくこの辺までが1巻に入ってるとは思うんですけども、もうちょっと少ないかなね。9話まで読んでるんですが、非常に面白いというか、プペルもね、プペルを見てないんであれですけども、西野くんの、プペルの絵本と、西野くんが映画の、宣伝のために書くいろいろ出てますね。番組にラジオとかに出ていて、そういったところで話をつなぎ合わせていくと、プペルも星ね、煙ばっか、あれは煙ばっかりのね、雲の向こう、煙の向こうに星空があるよっていう話。一方この地も、星を見上げる話なんですね。その夢や希望を捨てるんじゃないというお話で、非常に、非常にというか、似たテーマが書かれておるわけなんですけど、こういったね、同時多発的に現れるというかが時代を象徴しているなって思うんですよね。だからその時代で発表された作品ってやはりその時代を物語っているというか象徴している結果なんだと思いますね。だから、プペルしかり、この地しかり、見上げてごらんね、夜の星をね、みたいなところが非常にね、書いてる内容自体は根本的なところで言うと同じだとは思うんですけども、同じというか同じテーマね、諦めずに信じて見るというかことみたいなことが書かれているんですが、本当にそれは本当にこういった漫画であるとか小説であるとか映画であるとか音楽であるとかっていうのは本当に時代の鏡というか、今皆さんが僕も含め抱えてるのはなんかこう希望が持てずに、
下ばっかり向いちゃうような時代、例えばコロナのあれで影響でとか、仕事が奪われてとか、営業したいのに時短を要求されるであるとか、やれ罰則がつくであるとか、店名公表されるであるとかみたいな、押さえつけられてしまって、本当の問題は実はそこじゃなくて、やっぱりコロナじゃないですか。でも感染拡大のためという、大義名分のもと仕事が締め付けられるというかみたいな状況はやっぱりね、そういった下ばっかり向いちゃうような時代を作品が反映しているのかなって、本当にこれをこの漫画とかプペルが書かれた当時はこの漫画のね基本値のなんていうんですかね、プロットが上がった段階ではそういった状況ではなかったにしろ、そういう時代を反映してというかね、みたいなことがありますよねと思いましてね、非常に面白い話で、もう始まってすぐにこの地がね始まってすぐに、そういったなんていうんですね、魔女狩り的な天動説を唱えるような異端は裁かれるっていうのが始まって、そこからこれまでのあらすじがご丁寧に書いてあるんで読みましょうか。時は15世紀、異端思想がガンガン火あぶりされていたこの時代、異端ど真ん中の地動説に魅せられた天才少年ラファウは地動説を守り自死ね、死んでしまうんですよ。自殺してしまうんです。そして10年が経ち、新たに地動説に魅せられた2人は異端者に思いを託されるとね、その一番最初に登場したラファウがいろいろ書き留めたもう一人いたんですけど、そういった研究結果を書き残したものを残して、石の箱に入れて残して、そこから10年経った時に、その10年の間にまた異端と言われた地動説を信じてた人が見つけて、そこに行けばこういった新たなというか真実が書かれているよということを気づいた2人にまた託すんですよね。でそこでこの9話の最後また、そういったね、いいこと書いてましたね。ちょっとネタバレになっちゃうんであれですけども、1人2人組でね、その箱を見つけて、これはどうするべきか、通報するべきか、それともねこの研究をしてる人の噂があるからそこに持っていくかっていうので2人で、どうしよう言いながら持っていこうとするんですが、そこで事件が起きるんですよね。でも1人はねこうすごく後ろめたいというか、もう下向きというか後ろ向きな人で、こうね苦しい世界なんで、もう夢も希望もないから現実を生きていくしかないんだって言うんですが、天国ね、希望は天国にしかないから、この現世ではね地道にこの世で待っているのは喪失だけだね。しかも人はどうせすぐ死んで天国か地獄へ行くので、そっちを気にするべきですとね言うんですが、でもだったらじゃあその天国をね希望のあるところを目指そうじゃないかというところで事件が起こるところで9話終わってるんですが、これがもう非常にね面白いです。結構ネタバレしちゃってますが、1巻出たばっかなんでぜひ読んでいただきたいね。これは面白いよ。結構平積みされてましたんで目にした方もいるかもしれませんがね、ね
動かせ歴史を心を運命を星をという、スピリッツに現在連載中で1巻が出たばっかの、魚戸さんの地のご紹介でした。他にもねスピリッツ好きな漫画ありますよ。パッカとかね、カッパのお話、それからこれも面白いですね。結婚するって本当ですか。これも非常に絵が好きだな。はい。といったところでまたね、いろんな漫画というか、スピリッツの連載してるやつを一個ずつね、紹介していきましょうか。といったところで、チャンネル登録と高評価、あと、水道橋博士のメルマ旬報も連載しておりますので、ぜひそちらも見てください。といったところで、ありがとうございました。